皆様お久しぶりです。初めましての方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、とにかくお久しぶりです。最後に投稿できていたのが2024年年明けぐらいだったかなと記憶してるんですけど、そこから1年以上空いてしまいましたという感じでございます。いろいろありました、この1年ちょっとの間に。で、まずは私が以前投稿していたスタディ with me 動画を投稿していたからには結果どうなったんだっていうのがまず先にお話ししたいことではあるんですけど、初めましての方にご説明をすると、2023年ぐらいからだったかなと思うんですけど、韓国語の勉強を始めまして、で2024年の4月にあった、韓国語能力試験トピックっていうのがあるんですけど、でそれを受験するために勉強をずっとしてました。でそのための勉強動画というか、ただ私が勉強してる姿を映すっていう動画がありましたと。で結果なんですけど、これちょっと見せるのが難しい、こんな感じになりまして、結果としては無事に1問ミスで合格いたしましたという感じです。燃え尽きだったのかわかんないですけど、立てた目標に対して自分の力でそれを達成した時にものすごく満足感、達成感が生まれて、自分に自信を持てるんじゃないかとか、なんかそういうことを期待してたのかなって思うんですけど、結局合格した後変わらなかったなっていうのが正直なところです。合格したのはすごくよくやったとは今は思います。だけどなんかその気持ちの面で自分に自信が持てたとかそういうことはなくって、ちょっとうまく喋れないんですけど、そう思ってます。なんでその後にちょっと中級走り始めたけど結局できてないっていうのが現状ですね。1年経ちましたけど、あれからその後なんなら去年の4月にその韓国語の試験を受けて5月に合格通知が出て、でその5月のゴールデンウィーク中、まさに1年前ですねにK-POP にまさかのハマりまして、で K-POP にハマったんだったらより韓国語に熱が入るんじゃないかとも思ったんですけど、そんなこともなく、なんていうのかな、机に向かってする勉強、なんかそういう韓国語に没頭してきたけど、 K-POP 好きになってからはそのメンバーのライブ配信で言語を理解できるようになったりだとか、そのぐらいで満足するようになってきちゃったというか、そんな感じでちょっと長くなって何言ってんだって感じになってきたんで、ちょっとこの辺で終わりにはしたいんですけど、だいぶと
他の趣味が増えてまいりまして、韓国語一本で勉強に集中する時間っていうのをちょっとそこにプライオリティ置けないなっていう気持ちもあるので、一旦保留ですけど、ちょっと考えたいなって思ってます。韓国語に関しては。です。悩み中です。で、なんかそういう経験を経て思ったのは、何かを頑張って目標達成できたら自分の中で自信がついたりとか、なんかすごく幸せな感情が生まれたりとか、なんかそういうことじゃないのかもってやってみて気づいたんですよ。ってなった時に、じゃあもうどうしたらいいんだと思って、で、私ちょっとこの YouTube を投稿再開するにあたって決めていることがあって、等身大で行こうと、飾らずに。で、それはなんでそう思ったかっていうと、まずは自分という人間でいいと思えることが何よりも大事なことなんじゃないかなと思って、で、なんか何かを達成するとか自信をつけるとか、そういうことよりも、今毎日自分なりに精一杯生きている、この自分のことをまるっと自分が認めてあげられるようになることが、今の私には必要なんじゃないかなと思って、それでかっこつけずに等身大でおしゃべりをしていこうっていうのが、この YouTube 再開にあたってのスタンスです。自分がそうですね、なんかずっと悩んできた、悩みながら生きてきたなと思ってて、その大きな要因の一つになってるのが、最初の2年ぐらい、3年ぐらいかな、正社員で働いてきて、でそこから後の年数はずっと正社員じゃなくて契約社員として働いてきたんですよね。で、すごく簡単に言うと、契約社員であるということにコンプレックスを抱いていたと思ってます。もう本当にずっと。で、コンプレックスを抱きつつも、なんか正社員に戻りたいとは思えない自分がいて、やっぱりなんかそれって自分が弱いんじゃないかとか、なんかこうみんなが普通にできてることを私はなかなか
普通にはこなせないんだなっていうところに、そこになんかコンプレックスを抱いてたのかなとは思います。正社員の打診をいただいたりしても、毎年現状断っているっていう状況で、なんでそんなに嫌なのかなって自分でも思うんですけど、周りの正社員のみんなを見ていて、いろんな研修に出たりだとか、人前に出てプレゼンする時間が多かったりとか、なんかこう前に前にっていうのを求められる、積極的な姿勢を求められるのは、正社員の方が顕著だと思うんですよね。なんか、契約だからそういうのがないっていうのもなくって、今の仕事内容的にはクライアントの方とお話しする機会も割とありますし、社内でもプレゼンの機会もあるしっていう感じなので、完全に逃れられるわけじゃないんですけど、なんかそれでも契約社員でいるっていうことで自分の苦手なことを避けて心を守っているというか、そういう感じなんですよね、私の中では。それが甘えになるのかなって悩んだ時期はすごく長かったし、なんかどこかで自分はみんなと比べて劣ってるというか、いろいろ足りてないんだなと思ってしまってて、なんかそういう足りてないんだなっていう気持ちを埋めるために何か他のことを頑張って自分を認められるようになりたいみたいな、そういう感じでここ数年生きてたのかなという気がしてます。なので、それで今はちょっとそういう生き方をしたくないなと思うところまで、ちょっとこれが早いのか遅いのか、気づくタイミングがね、早いのか遅いのかは正直わからないんですけど、というか、多分私って人と比べるといろいろ気づくの多分遅い方なんじゃないかなとかって思うことはいろいろあるので、きっと遅いんだと思うんですけどね。いろいろ寄り道したり遠回りしたりして3歩進んで2歩下がるみたいな、もう本当に一歩ずつしか進めなくて、でいろんな壁にぶち当たって心折れて時間かけて起き上がって、それでようやく今なんか等身大の
私でいいんじゃないかというか、なんか契約社員であることにすごく悩んで生きてきたけど、正社員になる勇気もというか戻る勇気ももう残ってなくて、自分の心が壊れそうだからですね。なんか自分を責めてたんだなと思って、雇用形態一つで、私には私のできる範囲で一生懸命生きていこうっていうことですね。ちょっともう何言ってるか分かんなくなってきた。とにかく何よりも、心の健康をやっぱり優先したいが上回って、今の雇用形態で働くことを自分で選んでるっていう形になります。これを YouTube で勇気になったってことは、コンプレックスではなくなったという感覚に近いかなと思っていて、いろんな YouTuber さんいらっしゃる中で、契約社員だったり派遣社員だったりフリーターの方だったりね、いろんな生き方、それこそフリーランスだったりとか、いろんな働き方をされている方って結構いらっしゃるんだなと気づけたのも大きかったなと思ってて、そういうのを見てだいぶ励まされたし、考え方も変わったし、もし私と同じように雇用形態をコンプレックスに感じてたりとか不安に感じてる方がいたら、なんとか生きていけるよというか、なんかこれが正解とも思わないし、不正解とももちろん思ってないですけど、こんなんでも生きていけるよぐらいな感じに移ったらいいなと思ってて、あんまり心配しなくてもそれなりに毎日自分で食べるものを自分で用意できていたらそれでいいんじゃないかなぐらいに伝わればいいかなと、思って等身大を晒していこうっていう感じでございます。長いはい。で、ちょっと冒頭に話したことでもあるんですけど、本当にたくさんそうやって自分をいいじゃないかって十分やってるなって心から思い始めたタイミングで、本当にたくさん好きなことっていうのが見え始めて、私ってこういうの好きなんだっていう、数年前までは5年ぐらい前ですかねまでは好きなこととか趣味って何ですかって聞かれると困っちゃうタイプの人間だったんですよね。そんな人間なんですけど、今はもうたくさん趣味ができまして、ちょっと趣味どのぐらい好きだったら趣味って言っていいのか問題みたいなのがあると思いつつ、自分の中では好きだなって思えることがたくさん増えて、で
いろいろ上げていくと、編み物だったり、ゲームは前から好きなんですけど、あと読書、あとなんだ、まあ韓国 K-POP、あと、ちょっと韓国はいろいろあるんですよね。韓国ドラマは前から好きだしとか、あとなんだろう、急に忘れちゃった。なんだっけ、編み物、ゲーム、読書、韓国、手帳。もうめちゃくちゃ大事なこと忘れてた。手帳って何って思う人もいるかもなんですけど、ライフログ手帳というか、単にスケジュールを管理するための手帳ではなくて、バレットジャーナルって呼ばれてる箇条書きで、トゥードゥの整理だったり、何でもありなんですよ。なので全部そのノート一冊にまとめてる。自分の思ったこと、本読んだ感想とかもそこに書いてるし、アニメとかドラマとかでいいなって思ったセリフも書き残したりとか、あと日記的に日々使ってたりとか、習慣化したいことをそこで整理したりとか、もちろんスケジュールも、あと家計簿もその一冊で管理をするようにしていて、なんかその手帳効果はすごいあったなと思ってますね。一日一日自分と向き合っている感覚っていうのは、これはね、去年の7月ぐらいから始めた習慣で、もうほんと最近というか、もう今年入ってからはもう毎日欠かさず書いていて、一日の始まりと終わりに手帳を開くっていう感じで自分と向き合ってるんですよね。この時間が何よりも幸せで、この趣味のおかげで今の私が楽しく過ごせてる。楽しくというか、なんかこう浮き沈みが激しすぎないニュートラルな状態で過ごせてるっていうのは、手帳のおかげ説がかなりあるんじゃないかなと分析してます。なんでもうめちゃくちゃ大事な趣味ですね。はい。趣味はこんなところかな。言い忘れてないかしら。あとはお花を買ってみたりとかね。そんなこと前は全くしなかった。観葉植物すら家に置いてない人間だったんですけど、ぼちぼち買うようになって、なんか花を育てるって心が洗われるなみたいなこと思ったりとかね。そう。食事の改善っていうのを今本格的にやり始めたところで、3月ぐらいからかな、いわゆる4毒抜きを始めてみてます。といっても完璧に4毒抜けてるわけじゃないんですけど、始めては見ていて、もう劇的に肌のかゆみが収まったりとか、目の乾きが収まったりとか、唇のガサガサが治ったりとか、もう1ヶ月ちょっとぐらいしかやれてないんですけど、それでもこんなに効果出るかっていうくらい効果を実感していて、なんでこれからも100% で完璧には抜けないとは思いつつ、もうこんなに効果が出るんだったらやるしかないなぐらいなとこまで来ちゃってるので、4毒抜きっていうのはあれです。
歯科医の吉野先生っていう方がいらっしゃるんですけど、その吉野先生がおっしゃっている4毒、小麦、植物油、乳製品、甘いもの、この4つを抜いていこうっていう食事法ですね。もともと甘いものが私がそんなに得意じゃないっていうのもあって、甘いものを抜くことはそこまで苦じゃないんですけど、もう何よりも植物油と、小麦、これに関してはめちゃめちゃ取っていたなっていう、意識してみて初めて知ることになったというか、まあラーメン、パスタ、うどん大好きだし、まあ甘いもの得意じゃないとかって言いつつ、アイスは割と習慣的に食べてたなとか、なんかアイスはそれこそ4毒まみれみたいなことも判明して、よくよく考えたらそうだなっていう、全部植物油も小麦も乳製品も、なんだっけ、いつもわかんなくなる、あと1個なんだっけ、甘いもん、もうまさに甘い、そうなので良くなかったんだなとかっていうのを、日々学びながら、トライしてるっていう感じではあるので、まだまだなんですけど、なんかこういう4毒抜きしてるよっていう方も、日常生活だと周りになかなかいないし、こうグルテンフリーぐらいまでだったら言いやすいところもあったんですけど、なんかね、小麦、植物油も抜くみたいな、植物油抜いたら何食べればいいのとか、なんかそういうのあるだろうなというか、私がまさに思ったことでもあったんで、こんなに抜いたら食べるもんないよって。でも意外といけるもんなんですよ。なので、そういう方もネット上だったらたくさんいらっしゃるんじゃないかなとか思ったりして、なので、そういう方といろいろシェアできる場になるかもしれないし、はい、私も自分が試して人体実験的に効果があったこととか話せたらなというか、話したいなみたいな気持ちがあるので、やってみたこととか思ったこととかなので、あまりくくらずに話す内容は、等身大で日常ラジオ的な感覚で今後もし興味持っていただけるようであれば、そんな感じでお耳を貸していただけるとありがたいなと思っております。はい、なんかこう見栄えのしない動画にはなると思うんですけど、ちょっとじゃないですね、かなり引きこもり大好き人間っていうのもありまして、もうこの画角一択になるんじゃないかみたいな恐れもあるんですけど、はい、そんな感じで、もう本当にうまく話せなくてね、お耳汚しを失礼いたしましたって感じなんですけれども、初回なので多めに見ていただけますと幸いです。今いろいろ話した中で、もし
このテーマについて話してほしいとかあればコメント欄に残していただけると嬉しいです。はい。という感じでこの辺りにしたいと思います。もう本当にずっとこの画角で申し訳なかったです。すみません。部屋着ですみません。ちょっといつになるかわからないけど、なるべく週に2回ぐらい行けたらいいなと思ってます。もう放置しすぎちゃったので。はい。長らく聞いていただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いできたら嬉しいです。では。